どうも作曲家のトイドラです。今回は少し変わった曲を分析していこうと思います。この曲ね、有名な曲なんで知ってる人も多いと思います。ジョン・ケージ作曲の4分33秒という曲です。ではどんな曲なのかね、早速聴いていただきましょう。こんな感じの曲です。というのは冗談で、この曲はね、4分33秒の間、ずっと何の音も鳴らないという無音の音楽になっています。3つの楽章でできているんですが、すべての楽章にタチェット、つまり全部休みとしか書かれていません。音楽のくせに無音ってどういうことなのと。これわけわかんないだろうということで、ネタ音楽として有名になってますね。ただこの曲、実はね、音楽の歴史上めちゃくちゃ重要な曲になっています。今の音楽史は、ジョン・ケージよりも前と後で分けて考えられてるぐらいなんですね。ただなんとなくね、面白いから無音の音楽作っちゃおうみたいな、そういうテンションで書かれた曲ではないということです。で、この4分33秒という曲のコンセプトについてね、この曲っていうのは、その辺で鳴っている鳥のさえずりとか、木々のざわめきみたいな環境音をね、音楽として聴くためのものなんだっていう風に捉えられることもあるんですけども、これもね、なんか半分合ってて半分間違ってるみたいな説明で、ちょっと微妙なところがあります。というわけで今回はね、この曲ってのは結局どんな曲なのかと、ちゃんとガチで分析してみようと思います。もちろんわかりやすく面白く分析していきますので、ぜひ最後まで見てってください。さあ、それではまずね、4分33秒の話をする前に、この曲が、いわゆる現代音楽の流れの中にあるっていうことを理解しとかなきゃいけません。現代音楽ってのは何かっていうと、現代の音楽っていう意味ではありません。普段僕らが聴いてる最近の J-POP とかね、最近作られた曲みたいな、そういう意味ではありません。むしろそれとはもうほとんど逆に近い意味です。現代音楽っていうのは、普段ね、その辺の人たちが聴いている、なんとなくかっちょいい曲のことではなくて、もうとにかく芸術に全振りした、めちゃくちゃ尖った音楽という意味です。大体20世紀頃から現れた音楽で、基本的に響きがむちゃくちゃ複雑で、あんまり普通の人たちは聴いてて楽しいとは思わない音楽が多いですね。正直。もう聴いてて楽しいかどうかっていうことよりも、その音楽が芸術的にコンセプトがちゃんとしてるかとか、そういうことで価値が決まるっていうのが現代音楽の世界です。そういう意味で考えればね、実際4分33秒も聴いて楽しい気持ちになったりする人に多分いないと思うんですよね。あくまで、芸術、コンセプチュアルアートみたいなもんですね。その現代音楽っていうものの流れを今からざっくりと説明します。まずね、はじめに、現代音楽なんていうものがなかった時代、普通にクラシック音楽が作られていた時代です。いわゆるロマン派っていうクラシック音楽がね、とても流行っていた時期があります。ロマン派っていうのは、もう音楽っていうのはね、魂の動きを表現するものだと。人間の感情とか、心の高ぶりみたいなものを音楽にするんだと。こういう風にして作られたのがロマン派のクラシック音楽です。で、このロマン派の時代には、人間の豊かな感情を表現するために、半音進行がいっぱい使われたという特徴があります。で、この流れがね、だんだん強まっていくと、だんだんと使われる半音進行も激しくなっていくわけです。で、ついに、ドイツ人作曲家のね、ワーグナーという作曲家が、半音を使いすぎちゃったんですね。トリスタンとイゾルデっていう有名な劇の中で使われた音楽が、これまでのクラシック音楽とは一線を画するということで、物議を醸します。いわゆるトリスタン和音っていう風に呼ばれる、とても複雑な響きのコードが、ここでは使われているんですよね。で、ここでトリスタン和音、せっかくなんで聞いてみましょう。こちらがね、トリスタンとイゾルデの冒頭です。じゃあ早速音を聞いてみましょう。はい、こんな感じでね、この曲始まっていくんですけれども、ちょっと聞いただけでもすごい複雑だなっていうのはわかりますよね。ここのメロディーライン。めっちゃ半音進行してます。で、この瞬間になるこのコードがトリスタン和音なんですけども、すごい緊張した響きですね。いわゆるドミナントみたいな響きがします。じゃあドミナントが鳴ったってことは、この直後ね、コード解決しなきゃいけませんよね。例えばこういう風に進むとかね。もうこういう風に終わったらね、いかにもクラシック音楽ですって感じがしますけども、この曲の中ではそういう風に進みませんよね。で、こういう風に、また新しいトリスタン和音に向かって、トニックに向かって解決せずに進んじゃうわけです。ワーグナーがこんな風にね、トリスタン和音で、とても複雑なコード進行を作ったせいで、カデンツっていうものの機能が揺らいでしまったんですね。コード進行っていうのは基本的にドミナント、サブドミナント、トニックっていうのがあって、ドミナントが緊張している。で、その緊張したドミナントがトニックに向かって解決すると。これで、曲が終わった気持ちいいねっていう風になって終わる。
これが、これまでのクラシック音楽の常識的なコード進行の機能だったんですけども、トリスタン和音のせいで、なんか別にコードって機能とかないのかもみたいな雰囲気になってきます。で、ここから、もうコードに機能なんていらねえと。音楽に調整なんていらない。ドレミファソラシドみたいな。で、ドで始まってドで終わる。こういう調整なんていらないっていう動きが発生します。いわゆる無調音楽ですね。で、そんな無調音楽の完成形態として、シェーンベルクが12音技法っていう技を編み出します。これも有名なんで知ってる人多いかもしれないんですけども、どういう技かというと、12音技法の中では、1オクターブの中にある12個の半音ですね。この半音を1個ずつ使ってメロディーを作る。で、そのメロディーを繰り返しながら曲を作る。こういう風にして曲を作ります。そうすると当然ですけども、鍵盤の中にある12個の半音が全部同じ回数使われますよね。一般的な音楽だったら、例えば C メジャーキーの音楽を作ろうと思ったらね、この7個の音しか使う必要ないですよね。1オクターブの中に音が12個ありますけども、その中で7種類しか使う必要がありません。この黒鍵、黒い鍵盤、使う必要がないわけですけども、シェーンベルクはそこであえて12個の音を全部均等に使うっていうことをしたわけですね。それによって、もうドレミファソラシドとかないよと。どこの音もドではない。この音楽には中心っていうのはないんだと。つまり無調だねと。そういう風にして無調音楽を完成させます。ちなみに12音技法で作られた音楽っていうのは基本的にね、すごい複雑な響きがします。いわゆる現代音楽って言われた時に、一番想像しやすい音楽かもしれません。めちゃくちゃ厳しい響きがするんで、あんまりその辺の人たちが好んで聴くような音楽では正直ありませんね。で、この12音技法をさらに発展させたのが、ブーレーズのトータルセリーっていう技法です。12音技法では、音の高さに注目をしていましたね。音の高さ12種類を均等に使うと。で、トータルセリーではそれを発展させて、高さだけじゃない。音の強さ、長さ、そしてアーティキュレーション、例えばアクセントがついてるとかついてないとかね。そういった音楽のいろんな要素を全部12音技法みたいな感じで管理したわけです。そうするとどういう音楽になるか。音楽のすべての要素が客観的なルールで管理されるっていうことになります。例えば音の長さとか音の高さとかに全部番号を振っといて、でその番号を一定のルールに従って一個一個置いていってそれを楽譜に移すみたいなそういう作業になるわけですね。で結果的に楽譜がねこんな感じになります。もう一見して変な楽譜だなって思いますよね。もう音がしっちゃかめっちゃかだし、もうそもそもこれ演奏できんのっていう感じの楽譜です。で、音の強さとかもすごく細かく振られてますよね。で、アーティキュレーションもね、なんか音符のアクセントとかスタッカートとかもすごい細かくついてて、なんかどうにも複雑だなっていう印象になってきます。これがこの時代では最先端の芸術的な音楽だったわけです。つまり、ロマン派みたいなね、心の中の動きをこう感覚で音楽にするんだみたいな、そういう感覚派の音楽が一通りあったわけですよね。で、それに対して、いやいや君まだ未だに感覚で音楽作ってるんですかと。いや、そんなのダサくね。もうルールでしっかりとね、客観的な音楽作りましょうよっていうのがこの時代の最先端の芸術音楽だったというわけです。なんとなく気持ちいいからみたいな理由で音を置くっていうのは、トータルセリーではありえません。もう全部ガチガチにルールで決められてますからね。で、そうなってくると、もうね、人間が曲作る必要ないんじゃないかみたいな発想にもなってきますよね。で、この後で現代音楽がどうなったか。はい、停滞します。もう一旦やり尽くしたんじゃないかっていう感じになっちゃうんですね。音楽を客観的に作ると。でも客観的にやりまくって、もう全部の要素をガチガチにルールで決めました。で、先がなくなってしまったわけです。で、あともう一個問題があって、そうしてね、ガチガチに作られた音楽、もう複雑すぎて、音楽を聴いてる側の人たちがちょっと置いてけぼりになっちゃうんですよね。こんな複雑な音楽聴いても正直何にもわかんないよと。で、しかもどの曲聴いても同じような響きじゃん。で、こんな感じになってちょっとね、現代音楽の最先端の研究っていうのはね、滞ってしまうわけです。で、この時代は、やっぱりロマン派の方がかっこいいかもみたいな感じでロマン派に回帰したりとか、あるいは、12音技法を使うんだけども、こう聴いててね、綺麗な響きになるような音楽がないかとかね、そういったようないろんな試みがされるんですけども、結局なんかこう、大発明って感じにはならないわけです。で、このね、停滞期ちょっと面白いですよね。これこそが芸術だろうみたいなことを身内でいっぱいやり尽くした結果、聞き手の人たちがついてこれなくなっちゃったと。で、もう音楽がめちゃくちゃ複雑になってしまった。なんかいかにも芸術家だなっていう感じがしないでもないんですけれども、この時期にね、食い込んできたやつっていうのが、ジョン・ケージであり、4分33秒という曲なわけです。ついに出てきましたね。で、一個重要な部分として、ジョン・ケージっていうのはアメリカ人です。今まで話してきた、この現代音楽の流れ。
この流れっていうのは全部ヨーロッパで起きている話です。それは当然そうですよね。クラシック音楽っていうのはそもそもヨーロッパの音楽ですから、ヨーロッパの伝統的な音楽の流れで、こういう風に音楽が発達しています。で、結果的にやり尽くしたところに爆弾をね、ぶち込んできたやつが誰かっていうと、このアメリカ人のジョン・ケージです。もうすごいいい笑顔ですよね。こんないい笑顔をしてるけども、彼はもうぶち壊してしまいました。すべてをね。で、結局、ジョン・ケージによって行き詰まってしまった前衛音楽が破壊されて、新しい時代に進んでいくんですね。さあ、それでは、じゃあ具体的にジョン・ケージが何をやって前衛をぶっ壊したのかっていうのを話していこうと思います。4分33秒という曲のコンセプトを話す上で、非常に大事なことが2つあります。1個目はまずアナーキズムという考え方です。で、2個目がね、なんと禅の思想です。禅っていうのは要は仏教ですから日本の思想ですよね。なんと4分33秒って日本の思想がちょっと関係してるんですけども、ここから話していこうと思います。まずはアナーキズムについてです。アナーキズムっていうのはどういう考え方かっていうと、今ある序列、ヒエラルキーを否定するっていう考え方です。結構物騒な考え方ですよね。支配している側と支配されている側みたいな関係性っていうのは、世の中にあるわけですけども、これをね、もう全部ぶっ壊してやろうっていうのがアナーキズムの考え方です。ちなみにアナーキズムっていうのは、基本的には政治の話をするときに使われることが多い言葉ですね。日本語で言うと無政府主義っていうことになります。つまり、日本国政府みたいなね、政府なんていらないと。国を支配する政府みたいな、そんなやつはいらないから、もう自分たちで勝手に過ごすんだと。そういうかなり尖った思想っていうのが、いわゆるアナーキズムなんですけども、実はジョン・ケージはね、アナーキストだったんですよね。つまり、音楽の中における支配する側とされる側みたいな関係を全部ぶっ壊そうと思ってたんですね。例えば、音楽っていうのは、当然ですけども、演奏する側と聴く側っていう関係がありますよね。で、演奏者がいなければ、音楽っていうのは絶対に聴くことができません。で、これってなんか一方的な関係ですよね。演奏者こそが音楽を支配していて、で、聴く側っていうのは演奏者によって作られた音楽を一方的に聴くしかない。これなんか嫌だなっていう風にジョン・ケージは考えてたわけです。普通そんなこと考えないですけどね、僕たちは。で、一方その頃、ヨーロッパの方ではね、いやもう今の時代は調整音楽じゃなくて無調音楽だみたいな。みんな無調音楽やろうぜみたいなそういうようなことを考えてたわけですけども、ジョン・ケージはね、すでにそういうね、序列、調整だとか無調だとかみたいな、序列っていうものを根本的に否定しようとしてたわけです。で、結果、ジョン・ケージはね、例えばこういう音楽を作ります。有名な作品で、駅の音楽っていうものがあります。これどういう音楽なのか。楽譜がここに書いてありますけども、なんか嫌な予感がする楽譜ですね。メロディーはどこにあるんだろうと。ちょっと見てもわかんないし、伴奏らしきものも特にない。じゃあこの曲どういう風に作られた曲かっていうと、なんと、占いによって作られた曲です。駅っていうのは古代の中国で使われていた駅経のことです。占いに関して書かれた書物なんですけども、その駅経を使って完全に偶然に任せて音を置いていったんですね。どういう長さの音をどこに置くかっていうことを占いで決めた。それがこの駅の音楽という曲です。この曲のどこがアナーキーなのかっていうふうに言うと、この曲ね、音っていうものを作曲家の意図から解放しているわけです。例えば、じゃあ今から曲を作るぞって思ったらね、今から僕の曲を作るから、僕が楽譜に好きな音を置くぞと。そういうふうに考えますよね。どこにどんな音を置くかっていうのを支配しているのは当然作曲者である自分です。これめちゃくちゃ当たり前の話なんですけども、ジョン・ケージのこの駅の音楽ではそうなってませんよね。どこにどの音が置かれるかっていうのは、ジョン・ケージは全く関与してません。強いて言うならば占いをしたぐらいですけども、でも結局ね、占いの結果っていうのは単なる偶然なので、どこにどの音が置かれるかっていうのはもうジョン・ケージは支配してません。つまり、作曲者と音っていう支配する側される側の関係をぶち壊してるわけです。ちなみにこういう風に偶然によって楽譜を作るっていうのをチャンスオペレーションっていう風に呼んでますね。ジョン・ケージはチャンスオペレーションを使っていろんな曲を作っています。とんでもない考え方ですよね。普通に曲作ろうと思ったら絶対そんな発想しないと思うんですけども、ジョン・ケージっていうのはとにかくこういう風にね、アナーキーに音楽を考えていたようです。ジョン・ケージは音楽の中に恣意的に音が置かれているっていうのがどうも嫌だったらしいんですよね。つまり、この音はドミナントの音なんだみたいなね。で、緊張感があるでしょみたいな。このドミナントの音緊張してるでしょと。トニックに行きたいよね。トニックに行った解決みたいな。そういうわざとらしい意味付けみたいなものに疑問を持っていたのがジョン・ケージです。ジョン・ケージはもうそういうなんかわざとらしいのはいいから、鳴ってる音を純粋に耳で聞いたらどうだっていう風に思ってたそうですね。だから例えば、なんか風が吹いてるねと。音がするけども、その風の音っていうのはあくまで勝手に鳴っているだけなんだから、音楽ではないよねと。
作曲者が頑張って作った音楽とは、風の音っていうのは違うでしょみたいな。そういうのもジョン・ケージは否定したかったと。そして、作曲者が意図して置いた音と、偶然鳴っただけの音、例えばその辺の人がね、咳しただけの音とかね。そういう音ってのは違うよねみたいな。意図したものと偶然のものってのは違うだろみたいな。こういう部分もジョン・ケージは、いや、そんなことないんじゃないかって思ってたそうですね。こんな風にしていろんな序列をジョン・ケージは否定していったわけです。で、否定した果てが4分33秒という音楽につながっていくということになります。4分33秒ではもはやね、音があるっていう状態と音がないっていう状態の区別すらなくなってますよね。音がある状態こそが音楽だって、音がなかったら、それはもう音楽じゃないだろうみたいな。そういう関係すらもう破壊してしまったわけです。つまり、このね、ジョン・ケージのアナーキーな姿勢の中には、音楽って何なんだろうっていう、その枠組みをね、めちゃくちゃ自由にした、とにかく広げまくったっていう、そういう思想があると言えると思います。4分33秒という音楽を聴いて、いや、こんなの音楽じゃないよっていう人っていうのは少なくないと思います。ただ、それはね、ジョン・ケージに言わせれば、いや、これも音楽なんだよと。音楽っていうのはマジで自由で何でもありなんだよっていう風に言いたいんだと思いますね。別に、聴いて楽しい気持ちになるものだけが音楽ってわけではないし、なんならね、その辺でこう風が吹いてるだけの音とか、鳥のさえずりとかだって、音が鳴ってるっていうことに着目すれば別に音楽だという風に言うことができるし、なんなら音が鳴ってなくてももはや音楽だよと。これが4分33秒のコンセプトにある大事な部分、1個目ですね。そしてもう1個ですね。ジョン・ケージが実はね、禅の思想に傾倒していたっていうことも大事な部分です。で、そんじゃあ具体的に禅の思想って何っていうことを話していこうと思うんですけども、ここでね、大事なポイントが2つあります。まず、無心という考え方。そして、融通無芸という考え方ですね。これいかにも仏教用語って感じの単語なんですけども、無心っていうのはどういうことかっていうと、自我による心の働きがない状態のことを指します。つまり、俺がっていう気持ちが全くないっていうことですね。俺がここに音を置きたいから置くんだと。で、俺が飯を食いたいから食うんだみたいな。そういう自我がない。もう何が起きても受け入れられる。もう欲望とかもないし、執念みたいなものも何もない。もうとにかく心がクリーンで、心の働きが一切なくなっているっていう状態。これが一番自然な状態なんだって考える。これが禅における無心という考え方になります。で、これっていうのはさっき説明したチャンスオペレーションみたいな偶然によって音楽を作るっていう考え方に反映されてますよね。ジョン・ケージのとても大きな発明として、音楽にこういう偶然性を取り入れたっていうことがあります。いわゆる偶然性の音楽って呼ばれている概念ですね。なんでジョン・ケージがわざわざ占いを使って曲を作ったかっていうと、無心の状態で曲を作るためだったわけです。なんとなくここに音を置きたいみたいな、そういうどうしようもない自我を取り払って、もうとにかくクリーンな状態で曲を作る。そしてもう一個のキーワードですね。この融通無下っていうのは、自分と他人との境目が全くなくなって、こう融合してるっていう状態のことを指すようです。これね、さっきのアナーキーの考え方にも通じてくるものがあると思います。例えば、音と音楽。この間には支配するされるみたいな関係はないんだと。どっちも同じものなんだみたいな。そういう話をさっきしましたよね。こういう風に、この二つのね、別だとされてるものが、実は同じなんじゃないか。みたいな風に考えていく。で、すべてのものが融合していって、最終的にはもう自分と自分以外、すべてが一つだと。全部一個の宇宙だみたいな。そういう風にやっていく考え方のことですね。これつまり、ちょっと難しい言い方をすると、二元論を否定しているということになります。例えばなんか建物の1階にいたら、屋上は上にあると思うかもしれないけど、屋上まで登っちゃったらもうそれは床だから下だよね、みたいな。そういう風にして二元論を否定するっていうのが、融通無限の考え方の根底にあるっていう風に言えると思います。で、じゃあ、この禅の思想が4分33秒の中にどういう風に反映されているのか。これを分かりやすく説明するために、一個ね、有名なエピソードを取り上げようと思います。ジョン・ケージがある時、ハーバード大学の無教室っていうところに入ったらしいんですね。まあ無教室っていうのは要するに、全く何の音もしない、本当に無音の部屋のことです。じゃあそこでね、無音に耳を澄ましてみたと。そしたら、ジョン・ケージはなんと2つの音を聞いたそうなんですね。無教室だから何の音もしないはずなのに。で、その音が、片方は高いキーンっていう音で、もう片方が低い、ボーみたいな感じの音だったと。で、そんな不思議な体験をしたので、エンジニアにね、なんかこんな音聞いたんだけど、これって何の音なのっていう風に、ジョン・ケージが聞いたところ、それは、高い方の音は神経が働く音で、低い方の音は体の中を血が流れる音なんだよと。そういう風に言われたと。この経験が、ジョン・ケージにとって4分33秒作曲する上でとても大事な経験になっているそうです。これつまりどういうことかっていうと、本当の無音って存在しないんじゃないかってジョン・ケージは気づいたわけですね。自分の体の中で常に鳴っていた音に気づいたと。つまり、無音っていうのはね、実はノイズまみれの空間だった。で、当然、この時に聞こえてくるノイズ。神経の音と血が流れる音っていうノイズは、
何の自我も持ってませんよね。もうただただ自然と発せられているだけの命の音。生きている限りはずっとこの音は流れ続けてるわけです。無心の境地ですよね。もうすべての心を捨て去ったとしても、最後に残るのはこの音だった。そんな無心の極地の音が、実は僕たちが生きてる間ずっと流れ続けてるわけです。まあ普段気づかないですけどね。で、しかもね、ということは、無音ってのはないわけですから、もう、音がある状態と音がない状態っていうものの差がなくなっていきますよね。僕たちが、静かだなと思ってる時ですら、実はね、ノイズがずっと流れ続けている。無だと思ったら、有だった。これ、まさに融通無碍ですよね。音があるっていう状態と、音がないっていう状態が、実はね、溶け合っていて、ほとんど同じものだったんじゃないかと。つまり、無音の瞬間にこそ、実はね、無心の極地に到達したような音、ノイズがいっぱい溢れてるんじゃないかっていうことに、ジョン・ケージは気づいたわけです。はい。というわけでね、まとめると4分33秒という曲のコンセプト。この通りです。伝統的な序列を否定して、二元論の対立をなくす。で、これによって、もうがんじがらめだった音楽を自由にしたと。ここに、ジョン・ケージの大事な思想が3つ隠れてますね。アナーキー。そして、融通無碍と無心っていう禅の思想です。で、このコンセプトの凄さっていうのは、逆に考えるとわかりやすいです。逆に、この時代のヨーロッパの最先端の音楽、どういう状況にあったのか。こういう状況ですよね。一方その頃のヨーロッパの音楽っていうのは、あくまで伝統的な序列の中で考えられていました。つまり、ヨーロッパ伝統の音楽芸術。で、音楽理論っていうものがあります。で、音楽には形式がある。そして楽器編成っていうのね、オーケストラだったら、バイオリンとかビオラとかね、チェロとかが使われているんじゃない。そういう伝統的なしがらみがあったわけですね。その序列の中で、二元論の対立を前提にして考えていました。つまり、もう今の時代は調整音楽じゃなくて無調音楽なんだと。12音技法とかトータルセレイみたいな考え方こそが芸術的なのであって、その辺で鳴ってるよくわかんないなんか風の音とかは別に芸術じゃないよね。非芸術だよねみたいな。こういう風に考えてたわけですよね。で、そのせいで、がんじがらみになってたわけです。結局、音楽を全部客観的にゴリゴリにルールで縛るみたいな発想になったわけですけども、これっていうのはね、もうとにかく芸術をやるんだと。今までになかった芸術をやるんだみたいな感じで、突っ走ってて結果、なんか行き詰まっちゃったっていう、そういう悲しい物語ですよね。こんな感じで、この当時のヨーロッパの音楽、ものすごく人間中心主義的だっていうことが分かってもらえるでしょうか。偉大なる人間が編み出した芸術。で、その人間が生み出した芸術で、どんな風に音楽を作ってやろうかと。どんな風に音を支配してやろうかっていう、そういう考え方がヨーロッパの当時の現代音楽だったわけですよね。で、結果的に音をね、とにかく高度に支配するために、いろんなルールを編み出して、よくわかんない感じになってしまったと。で、これに対してジョン・ケージは逆ですよね。もう人間によって音を支配してやろうみたいな考え方とは全く逆です。何しろ偶然で曲を作ってますからね。無心ですよ。もう自我とかね、どうこうしてやろうみたいな心とは無縁です。で、いや、これは芸術だ、これは芸術じゃないみたいな、そんな、ね、二項対立なんかどうでもいいでしょと。もうすべては一個に溶け合うものなんだよと。こんな風にね、宇宙の流れに身を任せていたのがジョン・ケージだったわけです。別にどちらがいいとは言いませんけども、とにかくスケール感が全然違いますよね。はい。というわけでね、がんじがらみになってたヨーロッパに対して、ジョン・ケージの4分33秒が、めっちゃ影響を与えたっていうことは、なんとなく理解できたんじゃないでしょうか。確かにね、この4分33秒という音楽の中に込められてるコンセプト。これは、それまでの西洋の音楽からしたら、もう考えたことすらもないような概念だったわけですよ。そもそも楽器を鳴らすということもしないし、演奏する側と聴く側っていうような関係も4分33秒には存在しません。だって、演奏者何もしませんからね。演奏者が全く演奏しない中で発生する音を聞くっていうのが4分33秒ですから。で、そこには当然、意図して鳴らされる音と、偶然鳴る音っていうものの区別はありませんよね。その辺のおじさんが、ゴホンって咳払いをした音ですら、4分33秒の中では別にね、それはもう4分33秒って曲の中の一部なわけです。で、こうなってくるともはや、ただの音と音楽っていうものの境目はありません。で、無音かと思ったら、いろんな音に溢れてるわけですよね。環境音が鳴ってるかもしれないし、誰かの足音が聞こえるかもしれないし、あるいは本当に何の音もしなかったとしても、結局自分の神経が働く音と血が流れている音っていうのは絶対聞こえるわけですからね。よくある4分33秒に対する誤解として、4分33秒っていうのは環境音を聞くための音楽なんだと。だから、咳払いをしたりしちゃダメだし、なんか選挙カーとかが通ったら台無しだみたいな。そういう風に言う人がたまにいるんですけども、これ違うんですね。別に咳をしようが、選挙カーが突然やってこようが、その辺でいきなり大声で叫ぶ人が現れようが、どんなことが起きたとしても、4分33秒っていう曲が邪魔されることは絶対にないわけです。さあ、そんな4分33秒って曲ね、
すごい音楽の世界においてはもう革新的な音楽だったわけなんですけれども、完全に新しい発想だったかというとそんなことはないんですね。実は4分33秒に影響を与えた作品っていうのがあります。まずこちら。ロバート・ラウシェンバーグっていう美術家のホワイトペインティングっていう絵ですけれども、これね、見ての通り何も書かれていません。ただの真っ白いキャンバス。で、それを絵だって言い張ったのが、このホワイトペインティングって作品です。これはまさにね、西洋絵画における4分33秒みたいな感じの見た目ですよね。何にも書かれていないキャンバスなんだけども、光の当たり具合とかね、その日の気分とか、そういうようなことで、常に違うものに見えるわけですから、本当に何も書かれていない真っ白なキャンバスっていうのは、この世には存在することはできないわけですね。で、ジョン・ケージはね、このロバート・ラウシェンバーグと親交があったようで、この作品を見て、自分もこれを音楽でやらなきゃっていうふうに思ったようです。で、あともう一つ挙げたのがこちらですね。これ有名な作品です。マルセル・デュシャンの泉っていう作品ですけども、ただの便器ですね。ただの便器が展示されているだけです。で、これに泉って書いてあるわけです。それ水は出てくるからね、泉っていうのはそういうことなんでしょうけども、いかにもナンセンスですよね。この作品もね、すごいアナーキーな作品なので、確かに4分33秒に影響を与えてるっていうのはわかりやすいと思います。要するに、マルセル・デュシャンもね、もう西洋美術だとか芸術だとか言って、すごい頑張って作られてる、なんかわざとらしさたっぷりのものと、トイレに置くために作られた便器。何が違うのと。別に同じなんじゃないのっていうことを言ってるわけです。めちゃくちゃアナーキーですよね。すでにある美術の価値観みたいなものをひっくり返した作品です。ちなみに、ジョン・ケージはね、デュシャンとも親交があったようです。こういうようないろんな芸術家との関わりの中で4分33秒が作られたことがわかります。はい。で、最後にね、ちょっと補足をしておきましょう。豆知識ですけども、なんで4分33秒なのか。なんか意味深ですよね、この4分33秒って時間。ただ、実はね、この4分33秒っていう長さには特に理由はないそうです。そもそもジョン・ケージは最初、この曲ね、サイレントプレイヤーっていうタイトルで、音楽会社に売ろうとしていたようなんですね。これもつまり皮肉なんですけども、音楽会社っていうね、お金をもらって曲を売る会社に無音の音楽を売るっていう、いかにもアナーキーな皮肉です。で、しかもその長さがね、4分33秒になってるのは、レコードにちょうど収まる長さにする必要があったからだそうですね。要するに、レコードに収まる長さに合わせて音楽が作られてる。それっていいのみたいな。なんかダサくねみたいな。そういう皮肉ももしかしたら込められてたかもしれないです。で、この曲の長さの決め方は、なんと占いなんですね。やっぱり占い。チャンスオペレーションの方法で決めたと。で、結果的にそれぞれの楽章の長さがね、こんな風になってるんですけども、正直全部偶然なんであんまり意味はないでしょう。実際、ジョン・ケージね、後に、ちょっと計算ミスったかも、みたいなこと言ってたようなんですよね。4分33秒って長さにはそんなにどうやら意味はないらしいです。この辺もね、いかにもヨーロッパの芸術音楽に対してはすごい反抗的だと思うんですけども、それこそトータルセリーの考え方だったら、すべての音の長さとかすべての音の高さに意味がなければいけなかったわけですよね。4分33秒はあくまで占いで決めただけ。もう意味とかないわけです。すごい、ジョン・ケージらしい。そしてジョン・ケージ、この曲なんと演奏することにあまり気乗りしてなかったようなんですよね。というのも、これ真面目な作品だってみんな分かってもらえないんじゃないかなと、ふざけてると思われるんじゃないのと。そういう風に不安だったそうです。実際現代でもね、なんかネタ曲だろうって、ふざけてるだけだって思ってる人は多いと思うので、ジョン・ケージの不安的中なんですけども、そんな風にして不安がっていたジョン・ケージに対して、ピアニストのテュードアという人がね、いや自分がこの曲初演したいからって言って後押しをしたそうです。で、実際にテュードアはね、4分33秒を初演したんですけども、初演後の観客の反応はどうだったかと。怒った観客で騒ぎになったそうですね。これ当然そうですよね。一体何を聞かされたんだっていう風な気分になるのは正直想像に固くありません。ちなみに余談なんですけども、4分33秒、お母さんからもあんまり評判良くなかったそうです。ちょっと今回ばかりはジョンもやりすぎなんじゃないのみたいなことを後で言われてたようですね。とはいえ、お母さんから何言われるかなんて気にしてたらね、芸術家なんてやってられないと思うので、あくまでジョン・ケージは最後まで自分を貫き通したということができるでしょう。あとね、もう一個余談なんですけれども、これ一個面白い部分で、ジョン・ケージって実はシェーンベルクの弟子だったんですね。シェーンベルクっていうのは一番最初に名前を出しました。ここですね。12音技法を考え出したのがシェーンベルクです。要するに、バキバキにヨーロッパの流れを組んだちゃんとした芸術家、シェーンベルクに、ジョン・ケージは教わってたわけです。なので、ジョン・ケージがね、突然現れたアメリカ人だとは言いつつも、ちゃんとヨーロッパの伝統的な芸術にもつながりがあったということです。で、有名な逸話として、シェーンベルクはね、ジョン・ケージに対して、あんたは耳が悪いから、そのうち壁にぶち当たるぞと言ったっていう逸話があります。で、これに対してジョン・ケージはなんて返したかっていうと、だったら壁に頭突きし続けますというふうに言ったそうです。なんか、いかにもね、アメリカンジョークって感じなんでしょうかね、これは。でもジョークじゃなかったですからね、本当に壁に頭をぶち当て続けて、
最終的にはヨーロッパの音楽を破壊すると、もう師匠を破壊したわけです。で、ちなみに最終的にね、シェーンベルクはジョン・ケージのことを、彼は作曲家ではなくて天才的な発明家だっていう風に言ってたそうなんですけれども、これ褒め言葉なんですかね、皮肉なのかどっちかわかんないですね。で、さらにね、ブーレーズとも実はジョン・ケージは仲良しでした。ブーレーズは、ここですね、トータルセリーを推し進めた作曲家なんですけれども、最初ジョン・ケージとブーレーズは実は仲良しでした。ただ、結局、二人の音楽性の違いのせいで、やがて仲が悪くなってしまったようですね。で、挙句の果てに、ブーレーズは、ジョン・ケージに対して、作曲家の怠慢だという風に言ったそうです。要するに、自分で考えた曲を作るのも放棄して、占いでね、適当にランダムな曲作ってるなんてそんな怠けてるだけだろうと。こういう風に批判をしたっていうこともあるそうです。ただ実は、ブーレーズも最終的には、この偶然性の音楽を取り入れています。ちょっと時代の流れに負けちゃったんですね、結局ブーレーズは。ただやっぱりブーレーズもう偶然に任せて全部曲を作るっていうのは耐えられなかったようで、あくまで曲の中の一部にだけ管理された形で偶然の要素を取り込む。アレアトリックっていう新しい技法を編み出しました。お互いに譲れないものがあったということでしょうね。ブーレーズにもジョン・ケージにも。はい、というわけで、ここまでで4分33秒という曲のガチ分析は終わりになります。この曲ね、ただの無音だと言ってしまえばそれまでなんですけれども、この無音の中にはね、こんなに濃密なコンセプトが詰まっているというわけです。で、歴史的な流れも大事ですよね。ヨーロッパのもう行き詰まってしまった現代音楽の世界に突然ぶち込まれた爆弾がこの曲だったという、そういう流れ。で、実際この曲のおかげで、音楽っていうものの枠組みがむちゃくちゃ自由になって、新しい時代に突入します。この新しい時代も結構面白いので、また別の動画で話せたらいいなっていうふうに思ってるんですけれども、またそれは後の話ですね。おそらくこの4分33秒という曲はね、現代音楽の中では一番有名な曲だと思います。この曲を通して、現代音楽ってこういう発想で作られてるんだみたいな面白さも分かってもらえたら嬉しいんですけれども、現代音楽の話はこれからもこのチャンネルでね、たまにしようと思ってますので、ぜひともご期待ください。さあ、というわけで、今回の動画も面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。そしてね、僕はメンバーシップなんかもやってますので、今回使ったこのスライド資料とかね、そういうのもメンバーシップに入ると特典でもらえたりします。興味があればぜひともメンバーシップも覗いてみていただけるととても嬉しいです。というわけで今回はここまでです。ありがとうございました。